古民家再生みたいな、基本的には和の雰囲気で、門構えをしっかりとした形で母屋の雰囲気に合わせた形で、この中の一本はちょっと門の方におはようございます。今回は茨城の方に来ました。今回ちょっと敷地が、古民家再生みたいな庭の部分なんですけども、いっぺんにっていうことじゃなくして、部分的に一応今回は入り口の方からやっていくという段取りになっております。はい。広いんでいっぺんというのはなかなか難しくて、古民家なんでできるだけその雰囲気を残した感じで、外回りもできるだけ現地の状態を残しつつ、ちょっと雰囲気を変えていくという感じになると思います。はい。お客さんの方が望んでるのがちょっと和風、植木自体も結構古くからありまして、梅とかいろいろとそういうものがありますから、それを活用できるだけ活用していったり、ちょっと基本的には和の雰囲気でやっていくという形になると思います。で、今まである程度、そのままの状態だったんで、今回は、とにかく草刈って、どのような植物があってどのような位置関係があるんだということで、まず最初に草刈りから今取り掛かってます。じゃあよろしくお願いいたします。古い母屋を非常に気に入った形で、広さは640坪ぐらいらしいです。蔵の面影ありますもんね。こうやって何年かけながらやる仕事だと思いますけどね。もう作業始められてますけど、まずは何をされてたもう最初には草刈り、今もうこんだけ荒れちゃってるんで草刈って、でそれから一応境界線の確認とか、いろいろと、でそれからちょっとフェンスを外して地張りをしていきたいと思ってます。はい。今そちらの草刈りをしてるんですか？そちらで草刈りをしてたんですか？そうそう、ほとんど草刈ったというとこも裏にいろんな植物があるんで、それをちょっと今こうやってこんだけあるわけですから。じゃあ草刈りをしながらちょっと状態も見ていくようそうな感じですか？ですね。土は悪くないんで今のところね。ここなんか畑とかなんか再現してたんじゃないかな。梅の部分とこう仕切った感じの。もう梅も手入れしてないからこんだけなっちゃったんですけど、一回この梅も切り詰めてふかし直し。じゃあこれも放置されてたような感じなんですか？もう全然手つかず、もう何年、もう5、6年こんだけ、もっとかな。だけど形的にいいのが、ちょっと面白い形のやつは前に出して経営に使っていこうかなとは思ってます。この中の一本はちょっと門の方に使っていくし、ちょっと手入れしてある程度縮めてさっぱりした形で、結構もうこの年数経ったさつきでもったいない。こんだけの太さでこんだけの高さに保ってるっていうのは、非常に手入れを今まで小さくしてたものだと思います。
こも使えます将来的には何かやっていくようなそう感じですかね。だからちょっとこのスペースはまだ考えてないですね。はい、で話しながらお客様と、生活のこれからどういう形でしていくかによってちょっとまだとりあえずここだけの入り口だけの形を決まっただけであってそこからスタートですね。はい、一応ここがメインの入り口になっておるので、ここを入り口を門構えをしっかりとした形で一応作っていく、できるだけ今のこの地割りを利用した形で作っていこうかなと思ってます。はい、具体的に門周りは大体どんなような感じになるんですか。ここはもうあれです和の雰囲気で一応ちょっと門入り口と車車庫と母屋の雰囲気に合わせた形でデザインしていきたいと思ってます。あと壁1600ぐらいのかな塀をちょっと門周りに作ったりでこの辺もちょっと高くしてという感じになりますけど、それをまず最初に作った時点で視点を持ってきちゃえばあとはもうこちらのつながり今のところの構想はそれだけです。はい、で最終的に全部やっていくっていうそうですね。感じなんですね。全体的にまだしかし低いんでそこを有効的な活用していく何年かけてという形で変えていく感じですね。はい、でそれの始めとしてまずは門周りって門感じですね。周りだけ、やっていきたいと思っております。じゃあまず作業としては草を刈っていくそうそうところから草刈って、枯れてるやつを全部でそうだよね。こっちは別に後々どう考えるかがねやっぱり建の間の整備は草刈っといたらよくなる。こうやってじゃあ将来的にはやるかもしれないってことそうそうどういう形でね叩でも家の周りだけでちょっといろいろやんないとやった方がいいと思います。
でやはり今回渡辺さんに、来てもらいまして一緒に仕事をやる形になっております。渡辺さんです。で今私どもがやってる家内スタイルラボの中で受講生としてたまたまですね茨城で参加してくれてちょうどいいということで一緒に仕事したいなと思っております。どうもはじめまして、フォレストガーデンデザイン代表の、渡辺と申します。茨城県で、外交工事の方、やらせていただいております金井さん監修のもとですね工事の方やらせていただくことになりました。光栄なことだと思ってますし勉強させていただこうと思っております。よろしくお願いします。で渡辺さんがいつも一緒に組んでやっておられる鈴木さんっていう方が一緒に大体この3人のメンバーで基本的にやっていくということになります。はい。草を刈ったら結構整ってる感じでしたね。そう系統的にね植物はこうやって出て、もったいないんでこんだけ丸刈り系で熱立ってるやつこれはもう最終的にはいろんなところで系として使っていきます。一応草刈り大体終わりまして、今日から本格的に施工する場所を一出しして準備として根切りしたりそういう形ですね。はい。もうまず最初にブロックの塀の位置を出してその準備をしていきたいと思っております。はい。まずその両脇にブロックを立てるって感じなんですかね。両脇に一応奥まった、4メーターかな4メーターぐらい奥まった感じで一応空間を作って入り口の径として作っていきたいと思ってます。はい。これは一応過食で仮植えこの径の中にねやっぱり戻すか今作業的に邪魔なやつはちょっと一回取っちゃう感じになります。はい。
ち倒れます。はい。ここの植物を今取ったってことで、そこまで広がるってことなんですか？一応電柱ぐらいまで、まあ、工事範囲としたらそうで、開口部が一応6500ぐらいかな。一応車どうしても道路が狭いんで、まあ、ちょっと広めに。とりあえず今回の工事はここまでなってます。